皆さん、こんにちは。今回紹介するのは、第二次世界大戦が始まる前頃に設計された新兵器です。現在のような戦車が本格的に登場し始めた頃か。登場人物はソ連人のパベル・イグナチエビチ・グロホフスキー。彼は一体どのような兵器を設計したのか、いくつかの珍兵器を紹介していきます。いくつか？なお、本動画の構成はこのようになっています。今回はいつも以上に多くの珍兵器が登場しますよ。時は今から100年ほど前の1920年代。ソ連政府は広大な領土を防衛するため高速で動き回れる戦車を求めていました。ソ連は当時アメリカに兵器本部機械化自動車庫局の局長を極秘に送り込み、現地でジョン・クリスティが開発した高速戦車を目撃し一目惚れ。その後交渉を進め、なんとか車両を入手することに成功します。ソ連はそんなことしとったんやな。この車両は M1904 という高速で動き回る謎のイキリ兵器でした。ソ連は2両を本国に輸出することに成功。この車両は後に BT ファミリーとして量産、戦車として運用されることになります。ちなみに、この時の判断についてジョン・クリスティは、強力な戦車を作らせるきっかけとなった技術をソ連に売却しちまった、と後悔していたそうです。まあ、悪気はなかったんやからしょうがないやろ。その後、ソ連は輸入した車両をベースに600両以上の戦車を量産。この時ソ連では、軽戦車と合わせてもっと強力な戦車を求めていたそうです。そんな中、登場するのが今回のグロホフスキーです。この人何者なん？詳しい出身などは不明なのですが、ソ連の設計者で、時には発明家、時には飛行士だったそうです。いろいろすごそうやけど、なんか癖が強そうやな。1934年になると、ソ連空軍で特別設計生産局という組織が開設され、彼は組織の中で全体を主導するような立場になっていたといいます。すごいやん。また彼は、仲間からグロホフスキーのサーカスという、よくわからないあだ名がつけられるほど有名だったそうです。なんでサーカス？彼は設計生産局内で飛行機からグライダーまで数々の設計、発明を続け、その一部は軍にも導入されたことがあるそうです。その後、この設計局では空軍以外の兵器開発も行うようになり、グロホフスキーの止まらない発想により、数々の陸上兵器が生み出されることになります。あれ、もう流れ変わっとるやん。では、彼により、どのような設計、構想が提案されたのか、見ていこうと思います。ゆるふわ軍事チャンネル。開発された年代が不明なものが多く、グロホフスキーにより設計された兵器をランダムで紹介していきます。まず最初に、この BT 戦車ファミリーに、様々な無誘導ロケットを搭載するという案がありました。無誘導ロケット？これは、1933年頃に提案された BT-5 に TT-250 という重量250キロのロケット弾のようなものを搭載した車両です。ちょい待て、これはさすがに無理やろ。この戦車は RBT-5 として実際に試作され発射試験も複数回実施されています。ほんまか。TT-250 は全長180センチ、直径42センチありました。弾頭には130キロの爆薬が詰められており、最大射程は 1.5km だったとされています。その威力は凄まじく、305ミリサイズの大型砲弾並みの破壊力があったなどと表現されています。いや、危なすぎやん。RBT-5 試作車両で試射が行われたのは、1934年8月から12月、モスクワ郊外の試験場で行われ、最初の試射では、ロケット弾内部に砂が入れられていました。2回目、3回目の試験では、本来の爆発物が入れられ発射。ロケット弾は、それぞれ100メートルほど離れたところに着弾し、幅10メートル、深さ4メートルのクレーターを残しました。すごい破壊力や。で、どうなったん？採用か？もちろん、採用されませんでした。理由としては、ロケットを搭載すると、これが邪魔で視界が悪くなるという問題があったそうです。そんなん作る前にわかるやん。それ以外も、発射準備で乗員が外に出ないといけないこと、
飛翔距離も短く、操作を誤れば近距離で爆発する恐れがあったことなど、ロケット弾を搭載することで、戦車としての戦闘能力が逆に低くなると報告されてしまいました。一方で、より実用的な方法として、同じく、砲塔の左右に小型のロケット弾を搭載する案がありました。これは良さそうやん。搭載されたのは RS-138 というもので、全長 84.5 センチ、翼幅30センチ、重量 23kg で、射程も 7.1km ありました。これはもともと戦闘機などに搭載して、空から戦車などを破壊する兵器として開発されました。しかし、命中率は著しく低く、距離 500m から発射されたロケット弾は、命中したものが、なんとゼロという記録も残されています。何してんねん。こっちが珍兵器やん。ただ、大きい目標や広範囲の攻撃で発射した場合は、それなりの戦果があったとされています。一方で、低すぎる命中率などが問題となり、結果的に不採用。これ以外の案でも、結局満足のいく結果とはならず、ロケット弾を搭載する全般のプロジェクトは中止となりました。いろいろ無理しすぎやな。これで諦めないグロホフスキー。彼は他のものに目をつけます。それは無反動砲です。無反動砲。実はこの案も設計されただけではなく実際に試作されています。ほんまか。詳細は不明なのですが、砲塔に 203mm 無反動砲を搭載するという案で、運用する砲弾は2種類。4.7kg の榴弾と 4kg の対戦車用の砲弾だったといいます。問題は試験結果やな。無反動砲を採用した場合の利点は、同口径の戦車砲より重量が軽く、かつ威力があり、無反動と呼ばれているように反動が少ないことでした。しかし、実際に試射してみると、想定以上に反動が大きいことが発覚。なんとその衝撃で、車体の一部が壊れるほどだったそうです。ポンコツすぎやん。何してんねん。それ以外の問題点として、射撃可能な範囲が狭く、有効射程が短いこと、発射すると大量の砂煙と騒音が発生すること、合わせて周囲の歩兵が負傷する恐れがあるなど無視できない問題が次々と発覚。いや、これも試作する前にわからんかったん。それ以外の問題点として、走行中に再装填が不可能なこと、再装填するにも車両の外に出ないといけないなど数々の欠点が問題視され、いくつかあった無反動砲プロジェクトも全てキャンセルされました。もうキャンセル祭りや。そんなことがある一方で、グロホフスキーはなぜか他の戦車の設計も手掛けるようになります。例えばこちら、BT2 の砲塔を流用し、プロペラで動くスノーモービル戦車も設計していました。寒い地域やからな、お国柄やで。これはさすがに採用やろ。もちろん採用されませんでした。そして、沼地などの環境でも移動することができるよう、走行ホバークラフトも設計。これもお国柄やな。こっちは採用決定やろ。もちろん採用されませんでした。何してん。このように、グロホフスキーは大量の設計を行っては、ことごとく不採用となりました。なんかすごいな。一人がここまで多く設計したのは初めての例や。彼が設計したという兵器は、こちらのイラストを見てもわかるように、例えば、兵士が運用する対戦車ロケットランチャーのようなものから、走行バイク、先ほど紹介した走行ホバークラフトやスノーモービル戦車、無反動砲を搭載した戦車や、大型ロケットを搭載した戦車と多岐にわたっていました。残されている資料によると、彼が設計した数は合計で、合計でなんと、軽く100以上あったとされています。100。このようなことから、ロシア人からは、数々の珍兵器を生み出したことを称え、珍兵器コレクションこと、ジンムスの生みの親と親しまれています。さらっとチンムスとか言うな。これ普通に嘘ですからね。数々の珍兵器を生み出し失敗し続けたグロホフスキー。彼はその後、一体どうなったのか。どうなったんこの人。1937年になると、彼が所属していた特別設計生産局から解雇されたそうです。さらに、この組織も解体されたという記載があります。嫌な流れなっとるで。
そして、1942年になると、ソ連のチンピラ組織でおなじみの NKVD に拘束。そのまま精神病院に打ち込まれたそうです。出た、久しぶりの精神病院や。ちなみに、柔らかく精神病院と表現していますが、これはいわゆる強制収容所のことです。これ以降、彼の動向はぱったりと途絶えます。そして戦後、彼は1946年にこの施設内で亡くなったと言われ続けていたのですが、どうなったん？最近見つかった資料では、1943年11月に死刑判決が出ていたらしく、執行された内容を示す文書が有志にあり発見されているそうです。ほんまか、また粛清の犠牲者や。彼の罪状については、使えない装備を設計し、ソビエトの国家資金を浪費した、という内容だったともされています。また、当時、彼と一緒に働き、兵器開発に携わっていた多くの人が拘束されたと言われており、その一部は、グロホフスキーと同じように、粛清された可能性があるそうです。あれだけ不採用の兵器を開発しとったら、当局からも目つけられるか。彼が解雇されてから逮捕されるまでの数年間、何をしていたのかは定かではありません。ただ、彼が1930年代に開発した兵器、例えば、車両からロケット弾を発射するという案は、間もなく勃発する第二次世界大戦で運用されたものもあり、時代を先取りした兵器だったとも表現できます。時代と技術が追いついてなかったんやな。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録と高評価をいただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。